4年間は何もしないで、それで国民の前に立って、普通の顔で、これから全部直しますと言える人が、フェイクしかありません。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。自民党の総裁選が終わりましたよね。アメリカから見ています。近日中にアメリカ人の反応などについてもぜひ報道をさせてください。昨日マジで腹立った。4年前から皇居のボスとしてやってきたハリスが選挙の30何日前にやっと皇居に現れた。驚くほどの矛盾が多すぎて、そのスピーチについてとアメリカの皇居についてお話したいと思います。彼女は4年前にバイデン政権の最初から皇居の責任者として任命されたんですよね。それも明らかに昔からあって、今どうのこうのっていう話があっても、昔のビデオを見れば間違いなく彼女がその任務を任されたんで、その時からバイデン政権が最初入った時からもうトランプ政権の続きで皇居が意外と数十年ぶりにおとなしくなってた。ちゃんと取り締まってたんで、そのままにすればよかったんだけど、入ってすぐにバイデン政権が扉を開いたんですよね。入る前から選ばれた時から示したんですよね、全世界に。皇居オープンになります。皇居にある壁が、皇居自体が差別的なものとして、もうオープンしますって言って、ガンガン全世界からアメリカの皇居に人が流れてきたんですよね。カマラ・ハリスの副大統領として皇居任命されてから1回だけ皇居に行ったんですよね。ちょっとだけは行ってできたんだけど、4年も無視したんです。4年もそのままアメリカの皇居の開いたままでガンガン人が入ってきたんです。皇居にハリスが行く直前に移民局の方からデータが出ました。バイデン政権になってからアメリカの皇居に2000万人ほどの不法移民がアメリカに入ってきているんです。その中で昨日の発表の中になったのは、これは知ってる限りですよ。アメリカ国内に話された人の中からの60万人が犯罪歴がある。その中から殺人犯13,099人もいます。次は今殺人未遂で1845人。虐待、性犯罪15,811人。その上で35万人から40万人の未成年者の行方がわからない。消えている。どこにいるのか全くわからないハリスが昨日選挙の30何日前に皇居に現れて、まず皇居の警備隊の2人と話したんだけど、20分もいなかったらしいんですよね。十何分。以前から差別的な壁、トランプが作ってた壁をずっとバカにしてきたハリスはその前に真面目そうに見えて、もう立ってから十何分でもう消えたんです。写真いっぱい撮って、で消えて、それでどっかでスピーチはその後したんです。そのスピーチはたまたまテレビを見ながらライブで見たんですけど、腹立つのは、あんな顔で、あんな真面目な顔で、自分のせいで皇居はこうなって、自分のせいで2000万人の人が裏でアメリカに入ってきて、自分のせいで薬とかフェンテネル、メキシコのカーテルのすべてがこの4年間で悪化した中で自分は立って、これから直します。これから私は大統領になったら、こうしたり、あれしたり、こうしたりってする、普通の顔で言えることが政治家だなって思うよね。普通の人はできないんじゃないですか？恥ずかしいんじゃないですか？そのスピーチで言ったことをいくつか指摘したいと思います。彼女の顔表情も見ながら、ちょっとコメントさせてください。The United States is a sovereign nation, and I believe we have a duty to set rules at our border and to enforce them. And I take that responsibility very seriously. We are also a nation of immigrants. The United States has been enriched by generations of people who have come from every corner of the world to contribute to our country and to become part of the American story. 意味が違うぞ。もともとアメリカは移民の国なんですが、合法的にちゃんと申請して、ちゃんと並んで待って、法を通してちゃ
とアメリカに入国することで、アメリカは移民の国としてもできたところなんですが、公共を通って、黙ってアメリカに入って、その時点で罪を起こしてるわけですよね。という意味ではないんですよ。So I've just come from visiting the border and the port of entry in Douglas. 柔 I 軟です spoke ね。 with dedicated agents from Border Patrol and customs officers who every day see the overflow of commercial traffic through the port. 同じ警備隊員さんが3年、4年近く前に差別主義者って叫んでたのは誰？あなたです。鞭を持って馬に乗って、ハイチから来た人たちを鞭でこうってやったりとかっていう、また作った話があるんですよ。その話をしたのは、あなたじゃないでしょうか？今は何？警備隊員さんよりの人になったんですか？ These men and women who work there and at other places along our southern border help keep our nation secure. And they need more resources to do their jobs. もっとリソース、もっとお金が必要だって今言ってるんだよね。4年前からお金が必要だったら、なんで送らなかったの？なんで支えなかったの？それよりも、彼らはもっとリソース、もっとお金、もっとこうしなきゃっていう政治家らしくて言うんだけれども、今、その警備隊員さんがこの4年間は何していたと思う？人がもう手を挙げたら捕まえて、それで手続き、ペーパーワークしかやってないです。他でやる時間がない手続きを取る人たちになったんだよね。それもあなたのせいです。Strongly supported the comprehensive border security bill. Written last year, as you know, by a bipartisan group of senators. この法案の話はあるんですけど、トランプが潰した法案だということはこれから言うんですけど、その法案はですね、約1年前にやっとできた法案。法案っていうのは多分日本もそうだと思うんだけど、いいネーミングをするんだよ。何々法案っていうのはね、皇居を閉めましょう、守りましょうという法案を作った中には、全くそのような法案ではないんですよね。中にあるのは全く強制送還とかはなかったり、壁をまた作り続けたりとかそういうことがなく、どちらかといえばウクライナにお金を振るということがそういう法案の中にあったんです。それよりも質問なのは、やっとプレッシャーに応じて法案を出した3年間かけて、その前になぜトランプがあった Remain in Mexico、メキシコに残る申請などのしているときにその移民たちがメキシコに残るというのはなぜ潰したのか、それがなぜもう一度本当にやばいと今言ってるようにと思ってたら、また大統領が一つのサインだけではできたんですよ。皇居を閉めましょう。もう人を入れないって。メキシコにそのまま元のトランプ政権の時のようにもう戻しますということもできたんだよ。別にトランプを認めなくても自分でできたのになんでやらなかったの？すごい腹立つんだよね。この矛盾っていうのを、こういう顔で普通に言えることなんては最悪だよね。これからやるの？これからそれ直すの？今までできなかったの？副大統領だからできなかったんじゃないの？バイデン政権、彼女は皇居の総責任者だったとして任命されたのに、これからやるということを普通にもうこれ聞いて信じるの？嘘にしか聞こえないんだよね。このスピーチで言わないことは、30何万人、40何万人の子供たちの行方、それはどこにあるのか？この4年間でその問題を起こしたのは誰？アメリカ国内で不法移民にレイプされたり殺されたりする罪が相次ぎにあるんですよ。ないってあるんです、毎日。トランプは当時4年前、5年前、6年前から言ってるのは、全世界の刑務所から人を追い出してアメリカへ行けって追い出された人、それは差別と言われて、実はそうなんですよ。いい人はもちろん不法移民の中にいるかもしれない。本当にもうアメリカドリームあってアメリカまで行くっていう人もいるんだけど、その中に何万人、何十万人レベルの犯罪歴のある人たちもわざと入れてるのはあなただよ。なぜ腹立つのかわかる？同じようなことも日本になるんじゃないでしょうか？結局、差別、事実を認めずに、
あなたはね、移民、入国に対するちょっと反対などするあんたがもう差別主義者だとかって言われたら、普通はこうなっちゃうんですよね。誰も言われたくないんだけど、そういう作戦なんだよね。差別じゃないんだよ、公共を守るのは。移民法をちゃんともう移民法があるわけだから。公共を開けてわざと人を入れたのは、ハリス、バイデン政権なんだよね。それは事実です。これから彼女が頑張るから、これからこうやるから、こうだ、ああだとかっていうことを今言っても遅いわけ。でもこのスピーチを見て、聞いて、ハリスは大統領らしいよな。すんごいよ、彼女は本当に落ち着いて、こんなプレゼンテーションうまく話できると思ってる人が少なくはないです。確かに、スピーチするのは上手にできたと思う。あまりにもレベルが低すぎるんだよね。ちょっとだけでも変なこと言わずに、ちゃんと台本読めたことがもう大成功。この人のレベルだとね。なんだけれども、そのスピーチの中身、普通モラルのある、普通の人もそれ読むことはできても、少しでも理解力があれば、言えないことばっかりじゃないですか？トランプが民主主義の終わり、トランプが大統領になったらアメリカが終わりって言いながら結局アメリカを終わりにしようとしているのは、公共を壊したのは全部許してきた、もう行方不明の子供と薬と犯罪とギャング、薬物ギャング、こうやってもうどんだけこの4年間で儲けたのか。そのギャングさえがハリスを支持しているわけですよ。それよくね、あの顔で普通に言えることが、もう本当に政治家のすごい嫌なことと、無責任のマスコミなんですよね。分かってるのに全て矛盾だと分かってる。何もしてないことが誰でも分かってる。もうマスコミが言わないんだよね。トランプはちょっとだけが違ってと言ったら、わらららってなる。マスコミは彼女に対しては一切言わない。何が目的なんだよね。アメリカを壊す。日本のマスコミも同じく政治家と組んで日本を壊すこともあるのかな。わざとらしいんでもう隠してないんですよね。自分たちはやりたいことは。彼女はいつも言ってるんだけど自分の本音が変わってないです。そのまま昔からのことだと。だったら壁もいらない。強制送還もない。今アメリカに入ってきている人、国民権を与える。投票権とか選挙権も与えることとかもそういうことが本音なんですよ。今はフェイク。以前も言ったんですけど、この人が非常にフェイク。すべては矛盾しているんで、彼女が大統領になったら公共がさらにひどくなることが間違いないと思うし、おそらく日本にもアメリカからプレッシャーをかけて、日本の移民法をどんどん変えてくれというプレッシャーがあるんじゃないでしょうか。あってもおかしくはないと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。アメリカの大統領選挙はあとわずかなんですよね。30何日後にはあります。その前に日本時間10月26日、オンラインのセミナーをやります。登録の仕方が説明欄にありますので、無料ですので、ぜひご参加ください。結局アメリカの大統領選挙についていろいろお話しさせてもらうので、直前のアメリカ的視点からということで、ぜひサインアップをお願いいたします。スティーブ的視点のグッズもあります。stevepob.jp と Amazon Japan にいろいろなオリジナルグッズがあります。今新しいものをどんどん作っているので、これから新作も出ますが、キャップなり、ステッカーなどもあったり、いろいろあるので、ぜひチェックしてみてください。そして、スティーブ的視点の会員クラブ、メンバーズクラブがあります。スティーブ的視点の YouTube ホームページでメンバーというリンクがあります。ぜひご確認ください。特典とか限定動画などもメンバーにしか行かないようなものがいろいろあるので、ぜひメンバーシップの方のご検討をお願いいたします。アメリカと日本のこと大好きなんで、だからこそ気になることとかこういうのがあって明らかな嘘とかを見るとやっぱり言わないと。我々は立ち上がって日本人も変なことに対して言い返さないといけないですよね。日々前進前向きにやっていきましょうね。よろしくお願いします。サムズアップです。失礼します。